日本人はなぜ床に座るのか。静かな暮らしを生んだ文化。なぜ日本人は椅子ではなく床に座る暮らしを選んだのでしょうか。世界の多くの国では靴を履いたまま家に入り、椅子やソファーで生活します。床は歩くための場所であり、触れる場所ではありません。けれど日本では家に入ると靴を脱ぎ、床に近づく暮らしが当たり前のように続いてきました。この小さな違いが日本人の暮らし方と感覚を大きく形作ってきたのです。第一章、靴を脱ぐ文化。海外との違い。靴を脱ぐ文化は世界では決して一般的ではありません。多くの国では床は外と連続した場所であり、座ったり寝転んだりすることは想定されていません。一方、日本では床は清潔であることが前提でした。座り、寝転び、くつろぐ場所。だからこそ日本人は床を大切にし、靴を脱ぐ習慣を守ってきたのです。第2章、床に近づくという感覚。床に座ると体の重心は自然と下がります。視線は低くなり、声は穏やかになり、動きはゆっくりになる。椅子に座る暮らしが高さを基準にしているとすれば、床に座る暮らしは近さを基準にしています。人と人、人と空間、人と時間。床に近づくことでそれらの距離も自然と縮まっていくのです。床に座る暮らしは時間の感じ方にも影響を与えてきました。椅子に座る生活では立ち上がり移動し、次の行動へとすぐに向かいます。けれど床に座ると立ち上がるまでにほんの一呼吸の間が生まれる。その小さな間が考える時間になり、感じる時間になり、何もしない時間になります。日本人はこの何もしない時間を大切にしてきました。床に座り、ぼんやりと庭を眺める。音を聞き、光の移ろいを感じる。床に近い暮らしは効率ではなく、余白を受け入れる感覚を静かに育ててきたのです。第3章、畳という日本文化。この床の文化を支えてきたのが畳です。畳とは日本の伝統的な床材で、植物を編んだ表面と程よい弾力を持っています。硬い木の床でもなく、柔らかすぎるカーペットでもない。座り、寝転び、長い時間を過ごすことを前提に作られた床。畳は人の体のために考えられた床でした。畳のある部屋にはベッドやソファーは必要ありません。夜になれば布団を敷き、朝になれば畳む。同じ部屋が寝室にもなり、居間にもなり、客を迎える場にもなる。部屋の役割を決めるのではなく、暮らしに合わせて使い方を変える。この柔軟さは日本の住まいの大きな特徴でした。第4章、銅の文化と畳。畳は日本独自の銅の文化とも深く結びついています。茶道、華道、武道、これらはいずれも床に座り、姿勢を整え、心を静めることから始まります。正座という姿勢も畳の上でこそ自然に生まれました。畳は礼儀を学ぶ場であり、精神を整える場でもあったのです。柔道では畳の上で組み合い、倒れ受け身を取ります。倒れることは失敗ではありません。畳が衝撃を受け止め、身体は流れに身を任せる。ここにも床と敵対しない日本独自の身体感覚が息づいています。さて、今海外でも抹茶がブームになっていますね。日本には茶道と呼ばれるお茶を通して客人をもてなす文化があります。
そこで使われる抹茶はただ飲むためのお茶ではなく、心を整え相手と向き合うためのもの。その考え方が今海外でも注目されています。けれど茶道の本質は味や色だけではありません。畳に敷かれた静かな空間で床に座り、器を両手で受け取り、一つ一つの動作に心を向ける。それは急がないことを学ぶ時間。畳の低い目線に身を置くことで、人は自然と今この瞬間へと意識を戻されるのです。第5章、こたつ。冬になると日本の家にはこたつが登場します。こたつとは低いテーブルに布団をかけ、その下に小さな暖房ヒーターを入れたもの。椅子ではなく床に座るために生まれた日本独自の暖房です。こたつに足を入れると自然と体は床に近づきます。本を読み、テレビを見て、いつの間にかうたた寝をする。こたつで寝転ぶ時間は日本人にとって冬のささやかな至福のひとときです。そして多くの場合、その中心にはいつの間にか猫がいます。人も動物も自然と集まってしまう。それもまた床に近い暮らしが生んだ風景です。第6章、変わりゆく現代。現代の日本の暮らしは大きく西洋化しました。ソファーがあり、ベッドがあり、テーブルが並ぶ部屋。それでも気がつくと床に座っている。それは日本人の DNA なのでしょうか。それとも畳の上で過ごした記憶が体の奥に残っているのでしょうか。さて、日本の建築美シリーズ第3弾、日本人はなぜ床に座るのかいかがでしたか。畳は主張の強い存在ではありません。けれど人の身体を支え、人の心を整え、時間の流れを変えてきました。床に座るという選択は効率よりも高さよりもどうあるかを大切にする文化だったのかもしれません。次に床に座るとき、ほんの少しその感覚に身を委ねてみてください。そこには日本人が長い時間をかけて育んできた静かな暮らしの知恵が今も変わらず息づいています。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので楽しんでいってください。ではまたね。